貧困からの出発とプロレタリア文学の旗手、小林滝次。その名は、大正末期から昭和初期の日本文学史において、そして日本の思想弾圧の歴史において、強烈な光と影を放ちます。1903年、明治36年、滝次は秋田県の貧しい農家の次男として生まれました。4歳の冬、一家は叔父を頼って北海道の小樽へ移住します。叔父の援助を受け、滝次は小樽商業学校から小樽高等商業学校、現小樽商科大学へと進学し、その才能を磨きました。銀行員として働く傍ら、彼は文学の修行に励みます。初期は志賀直哉らの影響を受けますが、この頃から急速にマルキシズムや社会科学に関心を深め、労働運動、農民運動の現実を見つめるようになります。彼の創作活動は、次第にプロレタリア文学へとその方向を定めていきました。1920年代、日本では関東大震災後の社会不安、そして世界恐慌による経済不況、農村恐慌が相次ぎ、貧富の差は拡大する一方でした。そのような時代を背景に、弾圧で一時的に壊滅した日本共産党は1926年、大正15年、昭和元年に密かに再建されます。禁断の小説、蟹工船の衝撃。1928年、昭和3年2月、日本で初の普通選挙が実施されました。滝次は労農党候補の応援演説隊に加わって活動します。しかし、この選挙での共産勢力の台頭を脅威に感じた政府は、同年3月15日未明、共産党や労農党の関係者約3600人を全国で一斉に検挙しました。これが 3.15 事件です。小樽でも500人以上が逮捕されました。同年暮れ、滝次はこの 3.15 事件をテーマにした小説、1928年3月15日、お雑誌、戦記に発表します。検閲により大幅に削除、伏せ字されながらも、発売禁止措置を受けます。しかし、秘密の配布ルートを通じて8000部以上が売れ、大きな反響を呼び、滝次の名は全国に知られるようになりました。そして翌1929年、昭和4年、彼の名を不朽のものとする傑作が生まれます。それが、蟹工船です。蟹工船は、帝国海軍に保護されてカムチャツカに出漁する蟹工船の労働者たちの悲惨な労働実態と、彼らが組織的闘争に立ち上がる姿を鮮烈に描いた中編小説です。発表直後、読売新聞、市場では多数の作家や評論家が、蟹工船を本年度上半期の最高作として推薦。単行本は当時の社会情勢も相まって、驚異的な35000部が売れました。21世紀に入り、ワーキングプア問題と絡めて再評価され、再びベストセラーとなるなど、そのテーマは時代を超えて普遍的な価値を持ち続けています。地下潜航と激化する弾圧、蟹工船の発表後、滝次は非合法な活動に関与したことで、勤めていた北海道拓殖銀行を解雇されます。そして1930年、昭和5年、彼は日本共産党員として、プロレタリア文学運動や党の文化活動を指導するため上京しました。しかし、政府による思想弾圧はますます激化します。滝次は治安維持法違反で半年間刑務所に収監され、出所後も厳しい監視下に置かれます。1932年、昭和7年4月、滝次は党の幹部である宮本賢治らと共に、ついに地下潜航生活へと入ります。この年は、決明弾事件による井上淳之介元蔵相の暗殺、三井郷名理事長の段卓馬の射殺、そして 5.15 事件による犬飼剛首相の暗殺など、激しい社会変動とテロが相次いだ波乱の年でした。潜航中も滝次は住所を転々としながら、次々と小説や論文を発表し続けました。原稿料は、
警察の追跡を逃れるため、杉並の借家に住まわせていた母親宛てに送らせていました。滝地は選考中に党員ではない白石富士子と結婚します。特攻警察はこの結婚を知り、富士子を尾行して滝地を追いますが、彼は間一髪で逃れることができました。しかし、富士子は逮捕され、会社も解雇されてしまいます。裏切りと逮捕、小林滝地はいかなる拷問にも屈しない強い意志を持つ男でしたが、その一方で、大声で笑い、無邪気に冗談を言う、子供のような一面も持っていました。その人間的な魅力と人柄により、富士子をはじめ多くの同志から深く敬愛され、過酷な選考生活を続けることができました。しかし、その選考生活は、一人の裏切り者によって突如終わりを迎えます。1933年、昭和8年2月20日、滝地は東京都港区赤坂で、プロレタリア作家同盟の仲間と会い、その後、共産青年同盟の責任者である三船留吉という男と会う予定でした。しかし、待ち合わせの場所に現れたのは三船ではありませんでした。そこにいたのは、三船と入れ替わった築地警察署の特別高等警察、特攻、刑事でした。三船は前年に逮捕されて以来、特攻のスパイとなっていたのです。滝地はすぐさま築地警察署に連行されました。弾圧の終止符、築地警察署に連行された滝地は、身体検査の上、3時間以上にわたる非人道的な取り調べを受けました。当時の特攻警察部長は安倍元気で、部下である特攻課長や警部たちが、直接この非人道的な行為に手を下しました。この弾圧は、共産党の文化部門の指導者である滝地の口を割り、組織の壊滅を狙ったものでした。滝地は激しい取り調べによってぐったりとした姿で留置場に投げ込まれますが、異変に気づいた同房の者が監視を呼びます。特攻の連中もやってきましたが、滝地の容体はすでに危険な状態でした。彼は築地病院に担架で運ばれますが、その日の午後7時45分、息を引き取りました。満年齢で29歳、数え年で31歳の若さでした。警察は翌日までこの死の事実を伏せ、死因は心臓麻痺と発表しました。遺体と母の叫び、翌日、滝地の遺体は、母親の関が住む東京都杉並区馬橋の家に運び込まれました。変わり果てた息子の体を抱きかかえ、母関は泣き叫びました。心臓麻痺で死んだなんて嘘だでや、警察のやつが絞め殺しただ。滝地の遺体には、激しい暴行が加えられたことを示す痛々しい痕跡が全身に残されていました。同志たちは、死因を確定させるため遺体の解剖を依頼しましたが、警察の圧力を恐れたどの大学病院もこれを拒否しました。滝地の死を知り、弔問に訪れた人々は、待ち構えていた警官によって次々と検挙されました。プロレタリア文学の作家、宮本百合子も弔問中に逮捕され、築地署に連行されています。滝地の葬儀は、3.15事件の記念日である3月15日に執り行われる予定でしたが、当日、警察によって葬儀委員長らが逮捕され、葬儀自体が中止に追い込まれました。小林滝地の死は、当時の日本の思想弾圧がいかに苛烈で非人道的なものであったかを象徴する事件として、歴史に深く刻まれました。彼の作品と、その殉教的な死は、後に続く人々にとって、自由と人権を求める戦いにおける、一つの揺るぎないシンボルとなったのです。